こんにちは、ケンです。以前やっていたんですけれども、週間のまとめ動画を復活させようと思います。可能なら日曜日の夕方か月曜日の夕方にアップしようかなと思っていますが、少しずれる可能性はあります。ただ、1週間のまとめがあった方が流れも見えていいのかなと思いますので、この Q2 から再開したいと思います。と言いましても、すでに2週が経っていますので、今回は最初の4月1日から6日までの第1週のテスラの情報をまとめていきたいと思います。ぜひ復習と思って最後までご視聴ください。2025年4月の第1週ですけれども、テスラを取り巻く環境には様々な動きがありました。納車台数の減少で株価が乱高下し、一方ではエネルギー事業やヒューマノイドロボットオプティマスが着実に進化。さらにヨーロッパでは新たな政治的リスクが浮上するなど、まさに危機と進化が交差する1週間だったと言えます。今回のこの動画では、テスラオーナーの方が気になる車両や充電のアップデート、そしてテスラ投資家の方が知っておきたい業績や株価の動向まで重要なニュースをわかりやすく解説していきます。難しい言葉や専門用語はしっかりと噛み砕いてお伝えしていこうと思っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは4月の第1週の注目ニュースから見ていきましょう。まず最初の注目ポイントは、テスラの2025年第一四半期の納車台数です。発表された納車台数は33万6681台。これは前年同期比で約 13% の減少となり、アナリスト予想である37万8000台も大きく下回る結果となりました。生産台数は36万2615台で、こちらも控えめな数字となっております。この発表を受けて、テスラの株価は一時 6.4% 下落しました。ですが、その後の取引では反発し、終値では 5.3% の上昇。実はこの急反発にはもう一つのニュースが関係しています。それがイーロン・マスクさんが関与していた同時プロジェクト、正式名称政府効率化省からの退任が報じられたことです。このプロジェクトはアメリカ政府の無駄をなくすという目的でイーロン・マスクさんが参加していたんですけれども、退任により政治リスクが後退すると市場は判断しました。投資家の間ではやっと本業に集中してくれるのではないかという安心感が広がり、株価の回復につながったという見方が強まっています。一方で業績自体は厳しく評価されております。ウェルブッシュ証券のアナリストは、納車も売上もまるで災害レベルだとまで表現しました。それでもテスラの将来性、特に完全自動運転ソフトである FSD や AI、ヒューマノイドロボットへの期待は根強く、これが株価を支えているとも言えます。ちなみにエネルギー部門は好調です。蓄電池の導入量は前年同期比で 156% 増加し、10.4 ギガワットアワーに到達。これはテスラ史上2番目の記録であり、前年の第4四半期に次ぐ規模となりました。このように事業全体としては明暗が分かれる内容になっていますが、投資家としては今の数字と未来のビジョン、このバランスをどう見るのか、これが問われる局面に来ているのかもしれません。では続いては、テスラオーナーの皆さんが気になる新機能やサービスの最新アップデートについて見ていきましょう。まずはアメリカで発売されたモデル Y の新グレードについて紹介します。これはロングレンジ AWD の新しいトリムで、価格は 48,990 ドルから日本円でおよそ690万円になります。航続距離は327マイル、つまりおよそ526キロ、0から60マイル、つまり約100キロまでの加速は 4.6 秒と、性能面でも十分なスペックを誇っています。FSD、いわゆる完全自動運転の機能はオプションで追加料金8000ドル、もしくは月額99ドルでのサブスクリプション対応となっております。次に車体のカラーについても注目です。北米市場では新たにダイヤモンドブラックという黒色が追加されました。価格は1500ドルで深みのある鮮やかな黒が特徴です。一方ヨーロッパや中東では
ディープブルーメタリックという新色も発表されましたが、こちらは現時点では注文不可となっております。そして充電インフラの進化も見逃せません。テスラは2025年第一四半期に2200機のスーパーチャージャーストールを新たに設置。全世界での充電セッション数は4200万回、供給された電力量はなんと 1.4 テラワットアワーに達しました。これによりオーナーにとっての利便性はさらに向上しています。旅行やロングドライブも以前より安心して計画できるようになってきたと言えるでしょう。また安全スコア、いわゆるセーフティースコアにもアップデートが入りました。新しいバージョンでは時速85マイル、つまりおよそ136キロを超えるスピードや前方車両との相対速度などもスコアに反映されるようになっています。これにより精密で公正な評価が行われるようになります。オーナーの皆さんにとって日々の運転体験がより快適かつ安全に進化しているのを実感できる内容が揃っていると言えると思います。では、ここからはニュースで話題になったテスラ関連の社会的トピックや将来の技術開発に関する注目ポイントを見ていきます。まず取り上げたいのは FSD、いわゆる完全自動運転に関する気になる目撃情報です。アメリカでは最近フロントバンパーやフロントガラス部分に追加のカメラが取り付けられたテスラのモデル3が目撃されました。これが何を意味するのか、専門家の間ではテスラがロボタクシー向けの新しい FSD 対応車両を開発しているのではないかという見方が広がっています。もちろん正式な発表はありませんが、FSD の進化に向けた地道なテストが着実に進んでいることは間違いなさそうです。そして次に紹介するのは、人型ロボットオプティマスに関するアップデートです。新たに公開された映像では、ロボットが膝を曲げずに、まるで人間のように滑らかに歩く姿が確認されました。これは強化学習という AI 技術による制御で実現されたもので、イーロン・マスクさんは2025年中に最大1万2000体分の部品を確保し、うち5000体を生産することを目指すとコメントされています。テスラのロボット事業がいよいよ実用段階に入ってきているのかもしれません。一方で社会的な話題として大きく注目を集めたのが、イーロン・マスクさんが運営する SNS X に対して EU が最大で10億ドルを超える制裁金を課す可能性があるという報道です。この制裁はデジタルサービス法 DSA 違反の疑いによるもので、テスラそのものには直接関係しませんが、イーロン・マスクさんのブランド全体に対するイメージリスクとして無視できない話題です。特に EU 市場を重視するテスラにとっては、イーロン・マスクさんの発言や政治に対する姿勢がどう影響するかは今後も注視が必要です。技術革新と社会の反応、この2つの要素がテスラの未来にどう影響を与えるのか、今まさに分岐点に立っているのかもしれません。では、ここからは日本と中国というアジアの重要市場でのテスラの動きを見ていきます。まずは日本からです。2025年4月4日、東京渋谷に新たな都市拠点としてテスラ渋谷がオープンしました。ここでは車両の展示や試乗が可能で、若年層や都市部のライフスタイルに寄り添った体験型のスペースとして注目を集めています。都市部にこうした拠点を展開することで、これまで EV にあまり関心がなかった層にもテスラを身近に感じてもらうことが狙いです。特に日本のように駐車スペースや充電環境が限られている国では、こうした体験拠点が重要な役割を果たしていくのではないかと思います。そして日本国内で販売実績にも明るいニュースがあります。2025年3月のテスラ社の登録台数は約1200台と推定され、前年同月比でおよそ 89% の増加、四半期ベースでも 65% の増加という過去最高の伸びを記録しました。ただし、全体の自動車市場におけるシェアはまだ 0.4%。BEV だけに限っていくと、テスラは 31.1% と高い水準ではありますけれども、日本での本格的な普及っていうのはまだまだこれからと言えそうです。一方の中国市場では、モデル Y が3月の販売台数でおよそ4万3000台を記録し、BEV カテゴリーでトップとなりました。ギガ上海での新型モデル Y の量産が軌道に乗り、0% 金利ローンや無料スーパーチャージャーなどの施策も追い風になったと見られます。
ただし、競合の台頭も見逃せません。中国国内では BYD や NIO、シャオペンといったローカルメーカーが価格と技術の両面で攻勢をかけていて、テスラのシェア維持には今後も工夫が求められていくと思います。日本では認知と体験の拡大、中国では競争とのバランス、アジア市場での成長戦略はテスラ全体の収益や評価に大きく影響を与える重要な要素です。はい。ということで、今週のテスラのニュースいかがだったでしょうか？株価は納車台数の減少という厳しい現実に直面しつつも、エネルギー事業やオプティマスの進化といった明るい材料もありました。イーロン・マスクさんの同時退任報道によってテスラ本業への集中が期待される動きも出てきております。オーナー目線で見た場合には、モデル Y の新グレードや新色の登場、スーパーチャージャーの拡大、安全スコアのアップデートなど、日々の運転体験が進化していることを実感できる内容が続いております。そして日本、中国といったアジア市場では、それぞれ異なる課題と可能性が見えてきました。日本ではまだシェアが小さいとはいえ、確実に興味、関心、これは高まりつつあります。中国では販売は好調ながら、競争環境はさらに厳しくなっています。テスラという企業はいつも今の数字だけで判断できるものではありません。未来に向けた技術や構想、そしてそれを実現する行動力があるかどうか、そこに投資をするんだったら僕たちは注目し続ける理由があるのではないかなと思いますけれども、皆さんはどう思うでしょうか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで今回の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。また、この週間まとめ動画は今後も作っていこうと思います。第2弾の4月の第2週の動画も作成していこうと思っていますので、またそちらも完成したらご覧になってもらえればと思います。では、今回もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。僕が運営しているオンラインショップですが、アパレルの方を2週間限定で 20% オフセールを開始しました。僕のショップのアパレルは環境のことを考えてオーガニックコットンで作っております。また在庫処分などがないように受注生産をしております。そのためお届けまでに時間をいただいております。ぜひ今年の夏の一着としてどうでしょうか？詳細は概要欄のショップリンクからご覧になってもらえればと思います。では今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。では今回も最後までご視聴していただきありがとうございました。